オタファの秘密基地。動画をご覧の皆さん、こんにちは、オタファです。今日紹介するおもちゃは僕の秘蔵コレクション。これだ！トランスフォーマー、トレインボット、10連合体戦士、ライデンだ！トランスフォーマーが好きなそこの君。もちろんそうじゃない人もね、直撃世代、シンカリオンなどを見ていて、電車からロボットに変形するおもちゃが好きだっていうそこの君。どうぞ最後まで見てください。というわけで早速、レビュー行こう。この中には電車からロボットにトランスフォームするトレインボットたちが6体入っています。こうね、パッケージの中から見えます。それぞれの電車がロボットに変形し、さらに全部が合体。ライデンというロボットになるんだよね。小さい頃この合体トランスフォーマーって本当に憧れたんだけど、中でもこのライデンは本当に憧れました。ちなみにこのおもちゃは、ザ・ヘッドマスターズというトランスフォーマーの、87年から8年かなに放映されたアニメに登場していて、その頃に発売されたおもちゃになります。なので今からもう約30年前。30年前のおもちゃです。で、さらにこれは元となったのがダイアクロン、トレインロボ、6体編成デラックスセット。それの一部仕様が変更されたバージョンですね。具体的にはサイバートロンのマークを取り付けるところが追加されてたり、あとは分かりやすく言うとロケットパンチ的な、スプリングギミックが排除された代わりに、合体する時のパーツが追加されたり、いろいろ仕様変更がされています。というわけでね、この昔のトランスフォーマーのこの箱のデザインってたまらないよね。パッケージの後ろ。ここには、ザ・ヘッドマスターズに登場するクロームドームが映っています。だからちょうどその頃の時代のトランスフォーマーだね。ちなみに、ムービーのトランスフォーマーから入った人のために、このキャラクターはクロスヘアーズと言います。あとはね、大きいフォートレスマキシマスなどが映っていて、この時代特有の、本当にいいパッケージのデザイン。僕の持ってるこれは、絶版玩具店で購入したものになっていて、中身は中古です。前の持ち主がね、大事に遊んだ形跡があります。というわけでね、早速パッケージの中を開けよう。あっけろ。今日はみんなでタイムスリップしようぜ。せーの。じゃーん。中はこのようになっています。本体や合体に使用するパーツ。で、こっち側には、本当は紙類が入ってるんだけど、僕のは欠品しています。それぞれのトレインボットたちが使う専用の武器や、2体ずつを連結するパーツなど、小物類がいっぱい入っています。今日はね、ギミック本当に多い。だからね、まずは6体それぞれのロボットモードから見ていこう。じゃーん !6 体のトレインボットたちが並んでいます。この愛らしいフォルム。昔のトランスフォーマーとか、もうこういうダイアクロンのロボットってこういう感じのフォルムなんだよね。これがいい。新幹線やディーゼル機関車、他の様々な電車がモチーフとなった電車に変形するロボットたち。ちなみに一体一体はそんなに大きくないです。ロボット魂のガンダムを後ろに置いてみました。だいぶ小さいことがわかります。一体ずつ見ていきながら電車に変形させます。まずはトレインボットのリーダー、正気。これもね、これに限らずなんだけど、それぞれ専用の武器があります。近くで見るとこんな感じ。ステッカーがね、ちょっと色が剥げています。これもまた味があっていいかな。頭部がしっかりと造形されています。というわけでね、変形。これを取り外す。ちなみに、元がダイアクロンだけあって、これは新しいダイアクロンのやつなんだけど、このようにね、隊員を、こうやって乗せることができるんだよね。これいいよ。やっぱ昔のこういうおもちゃってすごいロマンがある。で、胴体を変形。ボディを変形。これよくできてるよね。カバーを閉じて、ここを接続。完成！変形完了しました。これは新幹線だね。昔懐かしのデザインです。で、ここ。
もう色が変わっちゃってるんだけど、このようにね、こすると、サイバトロンのマークが浮かんできます。こういうところがとっても気に入っています。さあ次、火炎。メンバーの中で一番大きいです。近くで見るとこんな感じ。牛色。さあ、これも変形させよう。あ、今回オタファテクニカルレベル言うの忘れたな。全部合わせて4ぐらいですね。面白い変形をします。頭部を押し込んで、腕を前に出す。そしたら、ここに分割線があります。ここで、このように折りたたんだ後、腕をこっちに持ってくる。こういうパタパタが気持ちいいよね。こう、綺麗な面になります。そしたら、足をこっちに持ってきて、押し込む。さあ、そしたら、さっき取り外したこのパーツ。これはね、こっちにもくっつくし、こっちにもくっつきます。このように、接続すれば、これで完成。ディーゼル機関車になりました。これはね、残念なことに、ダイアクロの時からオミットされていて、本当はここに可動軸があって、ここが開いて、ダイアクロの乗り込み口があるんだけど、これがオミットされています。で、ここにサイバトロンのマーク。こんな感じ。さあ、次。倒れちゃってかわいそうだからこれいこう。水剣。この色がいいよね。自分の記憶が確かなら、これだけは、持ってたんだよね。おもちゃ箱に入ってました。いつ買ってどう遊んでたか全く覚えてないんだけど、この色はすごい覚えてる。昔のトランスフォーマーのすごいのは、こう小さいんだけどちゃんと頭部とか、一個一個のデザインがすごい細かいんだよね。本当によくできてるなと思います。変形。ここに隊員をセットして、このように左右で挟み込む方式。こういう風になって、本体。まずは、腕を前に出す。腕をどかしてから、下半身を反転させて、押し込む。そしたら、腕の位置を元に戻して、中に入れて、そして、ここを接続。これで完成。変形しました。僕の小さい頃、今回の6体の中で唯一乗ったことがある電車ってこれなんですよね。僕は生まれ長野県松本市なんだけど、新幹線とかそういうのは乗ったことなかったね。遠出をするにしても、あずさに乗ってたんだよね。さよならは、水剣はこんな感じ。さあ次、青山。これはさっきの水剣と変形パターン全く同じ。造形はこのようになっています。牛色。さあ、これも変形させよう。武器と背面。これを取り外して、これ今回省略するけど、この中にダイアクロン単位を乗せることができます。腕を前に出して、反転して、押し込む。腕をこっちに持ってくれば、これで完成。青山。これは乗ったことないけど、こういう電車見たことあるような気がするね。細かい部分までよくできてるんだよね。さあ、残り2体。月影。これも近くで見てみよう。これのすごいのは頭部が稼働するんだよね。かっこいいんだよね、これ。こんな感じ。牛色。このね、パーツがちょっと重いですね。ちょっとのけぞりそうになります。さあ、これも変形させよう。まずは、背面のバックパック。これを外して、腕を上に上げる。こういう感じ。上に上げて、引っ張ると、こう軸が出てきます。軸が出てくると、こうやって上に持ち上がります。そしたら胸のカバー。これを上に起こして、密着。
そしたら、後ろ。これを押し込んで、腕のところ、ここで接続すれば、これで月へ変形完了。こんな感じ。で、ダイアクロンの格納するところはここにあります。この中にセットすることができます。これすごいよね。月位はこんな感じ。さあ、そして最後。雪風。これも近くで見てみよう。さっきの月影と変形パターンは同じです。後ろ。これは新幹線にトランスフォームします。それでは早速変形いこう。まずは、バックパック。腕を上に上げて、引っ張って上に持ち上げる。反転して、引っ張って上に持ち上げる。カバーを上に起こして、密着。そしたら、足を縮めて、これを接続すれば、これで雪風変形完了。これは新幹線だね。これで、6体のトレインボット、変形、完了だ。なんて言うんだろう。こう、昭和感がすごい満載だね。ちびっこから見ると結構古いなぁと思うかもしれないんだけど、本当に、昭和を生きた僕としてはもうたまらないですね。ビークルモードのトレインの状態は大体どれも大きさが同じぐらいで、ちょうど N ゲージより少し小さいぐらいのアレンジとなっています。手に持った時のね、手触りがすごくいいです。で、あとは、すべてのビークルにこのようなコロがついていて、さっきお見せしたようにコロ走行できるわけです。それから付属品。こういう連結パーツがついていて、車体の後ろ。ここに取り付けることによって、このように2車両まで連結することができます。これね、劇中ではこの雪風を先頭に、こうね、6つが、こういう感じだね。こういう感じで連結されて、他のメンバーたちを運搬していましたね。でも全く連結できないっていうよりも、2車両、こうやって連結できるのはいいなと思いました。さあ、お待たせ。ここからがメインだね。6体のトレインボットたちが合体。10連合体戦士。ライデン。トランスフォーム。ちなみに合体させるときは、こういった拳パーツとか胸のパーツ。こういう合体の補助のパーツを使います。合体のやり方はちょっとね、僕のやりやすいようにいきます。水拳からいきます。これを取り外して、伸ばす。そしたら、こっちに向ける。で、腕を一度どかして、反転。ここで反転させた後、再び元に戻す。こうかな。で、このパーツは開いておく。こういう風になるかな。で、ここに拳パーツを取り付ける。これが左腕になります。同じ変形合体パターンの青山。これもこのように変形させます。ここ回転させて元に戻してこれを折り曲げると拳パーツ。ダイアクロン版ではこれが、スプリング発射ギミックになってて、この辺にスイッチがあるんですよね。それがオミットされています。で、これは。これは腰のパーツになります。これ余らないのがすごいよね。このように開いておきます。だから、こういう風になるのかな。左右が反転。さあ、次。足行こう。月影。これも先頭を取り外して、足に当たる部分、これを伸ばして、このように曲げる。そしたら、ここに再び連結。で、これが合体補助パーツ。ここの横に取り付けます。さあ、そしたら、反対の足。雪風。そう。さっき、ダイアクロンの格納ギミック説明しなかったんだけど、これはここが開きますね。
足を伸ばして、ここを曲げると。で、ここに取り付けて、合体ジョイントパーツ。ちなみにね、さっきの月影は、このパーツ、これが欠品してるんだよね。これはどういう意味があるかっていうと、ここにピタッとはまるジョイントになってるんだよね。さあ、そしたら、下半身、それから頭部となる火炎。まずは、このパーツを外す。これが頭部になります。ここ置いとこう。さあ、そしたら、これがすげえ変形するんだよね。足を伸ばす。そしたら、正面がこっち。で、この足をこっちに持ってきて、この中に押し込む。反対側も同様。こういう感じ。そしたら、後ろ。これが、ロボットの腕。これを一度出して、クリアランスを作ってから、これを前に持ってくる。で、前に持ってきたら、こうなってた腕を、こうやって下げるわけ。反対側はね、ゆるゆるしてるからもう落ちちゃったんだけど、こんな感じ。クリアランスを確保するための、一手、加える変形っていうのがすごいなと思いました。これが、下半身と、あとは胴体の一部となります。これで、合体準備完了。さあ、そして最後、正気。これを取り外して、ここを開く。このパーツが胸部となります。こういう感じがいいかな。で、このパーツが胸部になるんだけど、これがすごいんだよね。まずはこのカバーを開くと、これがロボモードの時の胸になる。ここのカバーを開いた後、このパーツを上に持ち上げると、これが足ですね。ロボモードの時の足。これを開いて、このようにします。で、腕。これを、こっちに曲げて、このようにします。こういうことですね。さあ、そしたら、足を回転させて、でね、ここ見えるかな？ここに可動軸があるんですよね。ここが曲がります。で、ここが噛み合うようになります。これ本当によく考えたなぁと思います。ここを曲げて、こういうことですね。ちゃんとここが噛み合うようになっています。じゃーん。こういう風にしたら最後、再び胸部カバーを閉じると。これで完成。これで合体準備が整ったね。それぞれのパーツを全部合体させます。足。反対側。これ多少ミシミシ音が言ってるんだけど、全然問題ありません。昔のトランスフォーマーってこういう感じ。あとはメンテナンスをしているから、全然問題ありません。そしたら横。足の黒いパーツ。ここよーく見ると丸い穴が開いていて、ここに、さっきのね、先頭。これを取り付けるわけです。後ろはこういう感じ。で、反対側も、ここを取り付けると。パーツが余らないようになっているっていうね、よく配慮されたパーツ構成となっています。次は腕。この穴に腕を取り付ける。そしたら合体補助パーツの登場。1、2、3点。ここで接続します。このパーツはダイアクロンの時にはなく、ライデンの時に新たに追加されたパーツです。このね、上下がしっかり噛み合わされて、よりロックがかかります。そしたら、ここに正気の先頭のパーツ。これはここが、開いて、ここに接続できるわけです。ここにさらに胸部アーマー。だんだん形になってきたね。続いては背面。これまたライデンの時に新たに追加された新規パーツ。このパーツにウィングを噛み合わせて接続して、これをここで接続。そしたらライデン専用の銃。これを
右腕に持たせて、さあ、そして最後は頭部。これが火炎のやつですね。このパーツをこのように展開。これが合体ジョイント。これを本体のここに接続して、黒いカバーのところをここの中に入れる。こういうことですね。ここで接続。最後にこのオレンジのパーツを開けば、完成！これが10連合体戦士、ライデンだ！たまんない！全体のプロポーションはこんな感じです。たくさんのね、合体補助パーツを使って合体はさせたんだけども、この少しずつ合体させるワクワクがあって、いや、たまんないですね。最高。横。もう本当に前も後ろも横も、昔ながらのプロポーションって感じでね、いいよね。ちょっとね、手に持ってみよう。直撃世代の君、これに憧れてましたか？もしくはね、持ってたよって人もいると思います。いいわー。時が止まるね。こんな感じです。早速、近くで見ていこう。まずは頭部。この顔がめちゃくちゃイケメンなんだよね。目、鼻、口があって、額のところにツインブレード的なものがあって、もういかにも和製なロボットって感じ。ここが観音開きして現れるってところがポイントだよね。上半身。やっぱなんとも言えないこの箱箱しい感じと、あとはたくさんの合体補助パーツ。これがついてることによって、もうめちゃくちゃハったりが効いてます。横から見ると、なんていうのかな、ちょっとこの辺に違和感があったり、頭部が高い位置にあるなというのがわかります。そして下半身。可動範囲に関しては、一見動きそうな感じはするんだけど、まず腕の場合はこのウィングパーツ。これがここに来ちゃってるんで、動かないんだな、これが。それから頭部。頭部だけは、少し動きますね。左右に動きます。下半身に関しては、全く動かないね。動きません。僕個人的には変形合体ロボなんで、アクションとか稼働はその2の次で全然いいんじゃないかなと思う。ましてやね、もう30年前近い、おもちゃなんで、もともと昔のおもちゃって、稼働っていう概念そんなになかったと思う。この変形して合体するっていうところがもう最後のピークって感じで、ここ最近の変形合体トイっていうのは、各部の関節、全部が動いてから、成立できる変形合体パターンっていうのをこう考えてるんで、僕はこういうのもすごい好きなんですよね。もう全然動かなくてもいい。さあ、そして最後は分かりやすい大きさ比較。マスターグレード。ロボット魂のガンダム。一緒に並べるとこんな感じ。こうしてマスターグレードのガンダムと並べるとちょっと一回り大きいなという印象はあるんだけど、ここ最近のリメイクされたコンバイナーウォーズなどの合体ロボット。これと比較すると、大きさがね、小さいことがわかります。昔の、例えばデバスターとか、スペリオンとかも大体このぐらいですね。あとは同じくトランスフォーマーで言うと、最近のスタジオシリーズのオプティマスプライム。これと比べるとだいぶでかいね。いやー、ライデン。僕、今一番リメイクしてほしいアイテム。どうかな、宝富。どうですかね。シンカリオンとかね、今流行ってるから、もうこれ多分ちびっこから大人まで買うんじゃないかな。一通りの遊び方はこんな感じ。というわけで今回のトランスフォーマートレインボット10連合体戦士ライダーのレビューいかがだったでしょうか？直撃世代の君、そうじゃない人もね、楽しんでもらえましたか？これ僕が本当に大好きなロボットで、トランスフォーマーって世界的なブランドで世界中で発売されてるんだけど、このライデンは日本でしか発売されていません。なのでリメイクの機会にあまり恵まれていないんだけど、さっきも言った通りね、これリメイクしてほしいわ。欲を言えばね、プレダーキング、超でかいやつと同じぐらいのやつが欲しい。劇中でもね、プレダーキングとライバルだったからね。これ待ち望んでる人いるんじゃないかな。こういう昔のトランスフォーマーってこういじってるとね、こうミシミシ音が言ったりとかね、一部硬かったり緩かったりするんだけど、本当にそれを含めて、いいおもちゃだなと思うんです。これからも僕は新しい玩具ももちろんなんだけど、こういうね、古いんだけど超かっこいいってやつをね、順次レビューしていきます。今回の動画面白かったな、楽しかった、
俺もライデンが好きだという方、チャンネル登録や熱い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。おーたファー。これ初めて見るけど、かっこいいね、とか。あー、オタファー、今度、お前の持ってるトレイン系のロボット全部、こう出して、並べてくれ、とか。他にも、今回のおもちゃのこと、他のおもちゃのリクエストなど、どんなことでも結構です。みんなからのコメント、待ってます。それでは、次の動画でお会いいたしましょう。オタファーでした。またねー。